カローラクロスと UX 比較してみたということで、カローラクロスのレクサス版が UX なんでね、今回はちょっと比較してみようかなと思います。いつも通りね、サイズ、最小回転半径、燃費、外装、内装、ADAS、ナビとかメーターで快適装備納期ということで見ていきたいと思います。サイズ、こんな感じです。おおむね一緒だよね。って感じ。とはいえ、やっぱ前高が全然違うね。前高はやっぱり UX はマンションの立体パレット155センチのね、車高のとこにね、入るようになってる。で、やっぱその分、サイズもコンパクトというところ。これ本当に カローラクロスってこんな車高だったっけ？ちょっと見てみますけど。でも110キロ重いんだ。それはね、エンジンもスーパーアップされてるんで、しょうがないといえばしょうがないのか。カローラクロスの方が 1.8 リッターのアトキンソンサイクル、プラス THS2。なんで、エンジン自体は古いエンジンなんですよ。ダイナミックフォースエンジン以前のね、ものになってて、一方の UX は2リッターのダイナミックフォースエンジンで第5世代と。同じ世代だけども、やっぱ2リッターになってる分、こっちの方がね、重たいと。いや、4490でやってましたね。よかったよかった。だから意外とでかいね、カロクロも思ってたより。最小回転半径。カローラクロス 5.2m で、UX も 5.2m。同じプラットフォーム使ってるんでね、そんなに変わらないだろうと。何気にヤリスクロスより小回りが効くと。じゃあ燃費ですね。これは、カローラクロスは 26.2 で、UX は 24.7 ですね、これ。8じゃなくて7です。ずっと間違えてて、勝手に僕、8だと思ってたけど、7でした。ごめんなさい。24.7 ですね。ちょっとこれどうやって消せ？なんかいいのないかな。24.7。やっぱ書きにくいな、パソコンだと。ごめんなさい。いや、本当はね、もう入力しとくべきなんですけどね。ちょっと間違ってて。他の車とごっちゃになって 24.8 と言ってました。すいませんでした。24.7 です。とはいえ 1.5 キロしか差がないって考えたらすごいですけどね。じゃあ、外装。これは UX かな。理由は、カローラクロスはリアウィンカーとかバックランプの類が豆級と。ちなみにカローラの中だとセダンもね、豆級でしたね、この辺が。で、ツーリングとスポーツはナンバー2が逆に豆級というところで、謎の差別化が図られていると。で、UX の方はね、鍵穴が隠れているデザインと。シビック以降のホンダ車とか、あとマツダの第7世代、マツダ3以降のマツダ車とかも、鍵穴がね、隠れるデザインになってますけど、レクサスも鍵穴は隠れていると。やっぱこの方がね、見た目はいいですよね。クラウンとレクサスの違いもこういうとこだと思います。じゃあ内装、これは、カロクロって言いたくなるかな。価格も考えると、理由はね、UX 実はバニティランプ、舞踏会照明が豆球になってるという。で、カローラクロスとかだとこの辺とかにもステッチとかが入ってて、黒一辺倒ではあるけども、こっちよりなんか質素な感じがなかったんですよね。これもね、レクサストヨタのよろしくないところが出てまして、レクサス RZ や NX、RX、トヨタ、クラウンクロスオーバーとかプリウスでも散々叩かれた、このよろしくないところですよね。無駄な配色とかを排除して運転に集中できる空間っていうのを作るために、こういう内装にしてあるんですけど、これが不評でですね、内装、パッと見、プラスチッキーだとか言われちゃって、クラウンとかでもね、スポーツ以降とか、あとベルファイアとか、レクサス LBX とかね、この辺のパネルとかがね、ちょっと派手になったりとかしてましたけど、で、NX も改良で、ここのパネルとか、ここのパネルとか、この辺とかの色を変えてくれるってやつがあって、キントファクトリーっていう、改良されてて、で、キントファクトリーで初期型のオーナーさんも変えてくれるっていう、内装パネルをより派手にしてくれるっていうのがあるんですよね。っていうところで、ちょっとレクサスにしては内装が地味じゃないかというところで、改良で内装の見栄え向上、プラス、キントファクトリーでね、内装パネルの交換していただけると嬉しいです。これはちょっと、キントファクトリーへのちょっとね、要望として出しておきます。キントファクトリーでね、
レクサス UX の内装パネルをフレアレッドの内装を選んだら、グローブボックスのところとかをフレアレッドにするっていうのをしてほしいです。その辺はマツダの CX60 とか日産のエクストレイルとか三菱のアウトランダーとか、ホンダの ZRV とか、うまいんですよね。他の国産車。スバルのアウトバックも結構内装よくなってますよね。あとね、マツダ3とかだと、BOSE のスピーカーがここにあるとアルミでね、アルミ調なのかどうかわかんないけど、BOSE のスピーカーパネルがあるというところもかなりグッド。ノートーラはまあ後ろにね、ヘッドレストのところに BOSE って書いてあると。そういうのがあると、やっぱ内装の質感演出にもなるんで、LBX とかね、マクレビつけても主張がないっていう問題ありましたけど、せっかくならそういうのあってもいいと思う。もうちょっとこのね、NX のキントファクトリーであったようなことをね、やってほしいです。クラウンクロスオーバーでもね、ここのコンソール周りをね、クラウンスポーツ相当に引き上げるっていうのがあったんでね、それをやっていただけると嬉しいなと思います。じゃあ、運転支援とか安全装備、これはカロクロかな。プロアクティブドライビングアシストは UX の方が、常時操舵支援とかもついてるんでいいんですけど、で、ALH もついてるでしょ。ただ、UX の個人的にミソがついちゃったところで言うと、アドバンストパークっていうのがないんですよ。で、それに応じて巻き込みのパーキングサポートブレーキもつかなかったと。これ、カローラクロス、ヤリスクロスにはついてるんですよ。これ画像ヤリスクロスの改良前ですけど、ついてるんですよね。やっぱせっかくだったらつけてほしかったなと。アドバンストパークをしたいっていうよりは、巻き込みの緊急ブレーキが要は周囲にね、アドバンストパーク用のソナーがつくんで、つけてほしかったな。せっかくトヨタって運転支援とか安全装備、実は国産ではトップですから、今。一番進んでるんで、電波の採用が、なんか5ナンバースクラスだとないとかっていう不満はあるけど、とはいえね、やっぱもうちょっとこの辺は頑張ってほしいなと。もっと、もうちょっと声高にあと宣伝してもいいとは思う。でちなみにカローラクロスも PDA はついてるんで、車間距離の調整とか、コーナーに進入する速度が速すぎたら、ノーブレーキでカーブに突っ込んだら減速してくれるとかいう機能はついてるんで、その辺はね、いいとは思うけど。じゃあナビとかメーター、これはね、UX かな。UX の方がナビはでかいし、メーターに関しても同じ、しょぼいメーターと。ただ、メーターにウィジェットが表示できるのはカローラのいい点で、カローラは、そうなんですよ。見れるんだよね。ウィジェットみたいなのがあるんだよね。これなんで、レクサスとかベルファイアもないんですよ。ウィジェット機能、アルファードもないんだけど、ウィジェットみたいな感じで情報をパネルで置けないのかっていうと、CSK レビューチャンネルを見て学びました。タッチトレーサーオペレーションっていうのに割り当てる兼ね合いでないと。だからレクサス仕様のメーターとベルファイア、アルファードにはないと。アルファード、ベルファイアとレクサス車には、タッチトレーサーが設定されてたりするから、LBX とかがタッチトレーサーなんですよ。あと LM もかな。だからUX もそのレクサスでメーター統一するためについてないと。だから RX とか NX とかに採用されてもタッチトレーサーの兼ね合いでつかないと。で、アルベルもタッチトレーサーがついてるからつかないと。アルファードとかね、確か一部グレードにはタッチトレーサーはオプションでしたけど、だから UX みたいにタッチトレーサーじゃなくてもタッチトレーサー仕様になっているということですね。ただナビのサイズがでかいっていうのね。とはいえナビシステムはね、おポンチなんであれはどうにかしていただきたいですけどね。じゃあ快適装備。これは UX かな。理由はね、ヘッドアップディスプレイもついてる。改良でコンセントもつけれるようになって、マクレビもついてる。つけれるか。で、ベンチレーションもついてて、しかもクライメートコンシェルジュでシートの表皮の温度を測って、こいつ暑がって、僕が乗った時に、こいつ暑がってんな、シートベンチレーションつけてやろっていう機能がついてると。これがね、LBX につけばよかったんですけどね、ベンチレーションがねって話をね、ずっとしてるんですけど、UX には当然ついてると。ただ、カローラクロスにはパノラマルーフが設定されてて、ドラレコがね、内蔵なのもどっちも一緒。ただ、デジタルインナーミラーはどちらも設定がないと。これ、日産ぐらいか進んでるの。ホンダとマツダはゼロだし、三菱もでもアウトランダーにはないんですよね。デリカミニにはあるんだけど。で、スバルはフォレスター、レボーグ、レイバック、アウトバックにはついてると。S4 はなかったような気がするけどな。なんか、後方視界が S4 は、セダンタイプで、荷物とか積むこともないから、っていう理由でつけてないって話。で、トヨタも、意外と
プリウスぐらいにならないとつかないと。まあ、プリウスとかノア僕はね、同じプラットフォーム使っててついてんだけど、UX にはついてないという謎。UX 広報視界もね、あんまりよろしくなさそうなんでね、ガラスが狭いじゃないですか。だからついてほしかったなっていうところはある。うん。日産だとルークスとかにもついてますから。さくらはなかった気がする。ルークスとノートとオーラと、キックスもあったな。で、エクストレイルもついてる。セレナもついてる。アリアもついてると。リーフもあったと思う。うん。ていうかそっか、エクストレイルとか確か先代からあったような気が。ノート先代の後期型とかありましたな。そういえば。まあでもデジタルインナーミラー、まあ当時のデジタルインナーミラーあれだったけど、ノートの先代とかは、セレナの先代型とかは。まあ今のデジタルインナーミラー、そのオーラとかで見て、昔より綺麗になりましたねって話を営業さんとしたんで、まあこの辺もね、やっぱ年々綺麗になってると。で、レイバックのデジタルインナーミラーはめちゃくちゃ綺麗でした。いや、これ日産より綺麗ですね、みたいな話をして。まあ日産も綺麗なんですけど、みたいな。トヨタのは見たことないんですけど、日産とスバル今回見させてもらってて、いや、綺麗ですね、みたいな話をしました。うん。まあだからデジタルインナーミラーは欲しいと。UX なんでないんだろう。じゃあ納期。カロクロ半年。UX2、3ヶ月。ベストバイどっちかって言われるとカローラクロスって言っちゃうよね。だからレクサスちょっとバリューフォーマネーに合ってないところはある。一番がやっぱこれですよ。内装の見栄えですよね。まあ、後席の快適性とかも、装備っていうか快適性ですけど、まあ、カロクロの方がいい。あと、やっぱアドバンストパークと巻き込みの緊急ブレーキは重要だなっていうところで、200万の差額をちょっと回収しきれてないなと。内装の見栄えが一番ですよ。これが。うん。やっぱこれはもうそろそろ直していただきたい。うん。まあ、NX とか直ってるんで、どんどん RX とかも直るといいなということで、ご視聴ありがとうございました。